今日解説していくのは、エルデンリングとは一体何だったのか。今更聞けない世界観の基本を、じっくり解説するぜ。とはいえ、これは初心者向けの解説。エルデンリングを一度もやったことがない人でもわかるように、かなり噛み砕いて説明していくぜ。前語りはこの辺りにして、早速本題を見てみよう。エルデンリングとは何か。それは、願いを具現化する器。つまり、もしもボックスだ。もしも〇〇だったらって願いを入れると、その通りの世界にしてしまう装置、ってことね。お願いした内容を律と言い、世界のあり方を律に合わせて書き換えてしまうぜ。で、そのもしもボックスを、この世界、狭間の地に送りつけてきたのが、大いなる意志と言われる、姿も見せない上位存在だ。いわば、もしもボックスの送り主ね。大いなる意志は一度も直接喋らない。伝説の祈祷の一つ、エルデの優勢にも、こう書いてあるわ。最古とされる黄金樹の祈祷。かつて、大いなる意志は、黄金の優勢とともに、一匹の獣を狭間に送り、それが、エルデンリングになったという。ここまでで覚えてほしいのは、エルデンリングはもしもボックス。そして大いなる意志は送り主、この二つだけよ。でも、送り主の大いなる意志は、姿も見せないし、一度も直接喋らない。じゃあ、どうやってこの世界の人間に、指示を伝えてるの？それが2本指の役目だ。白面のバレエは、こう説明してるわ。奥の間にいる、2本指に。それは、あなたたち汗人を導く祝福、その主だと言いますからね。ただし2本指自身は、喋れないんだ。タリスマン、2本指の伝承に、こうある。指は声を持たず、だが雄弁であった。指は執拗にうごめき、空に神秘を綴った。そして我らは言葉を得た。信仰の言葉を。つまり2本指は、送り主からのメッセージを、声じゃなくてうねうねと動く身振りだけで伝えてくる、伝言係なの。じゃあ次、そのエルデンリングは、誰が使ってるの？って話になるわよね。狭間の地には、これまでも神を名乗る存在が何体もいたらしい。時の狭間に永遠に座した、竜王プラキドサクスとか、ストームビルに本当の嵐が吹いていた頃の鷹たちの王、乱葉の皇王とか、王の最短を待つ、永遠の都のクステラの民とか、みんな、自分の神を持っていたらしい。マリカやラダゴンが、唯一の神、王だったわけではないわ。ただし、この人たちがエルデンリングっていう、今回のもしもボックスを使っていたかどうかは、実は文献のどこにも書かれていないの。考察として、プラキドサクスの紋章が、エルデンリングに似ていると噂されているくらいだ。こう連ねた紋章は、エルデンリングの大ルーンの子に似ている。とはいえ、エルデンリングという名前がはっきり出てくるのは、今回の主役である女王マリカの時代からなのよ。だから今日は、あくまでマリカが使ったエルデンリングの話に絞って進めるぜ。マリカは現代の狭間の地の神になるわ。マリカの伴侶であるゴッドフレイが、狭間の地を武力で制圧して、マリカは黄金律っていう新しい願いを、エルデンリングに掲げた。巨人三霊にある第一マリカ教会で、主人公の巫女代わりであるメリナが、マリカの言葉をこう伝えているわ。マリカの言霊を、そのまま伝える。戦士たちよ。我が王、ゴッドフレイよ。導きに従い、よくここまで戦ってくれた。あの頂に、巨人たちを撃ち滅ぼし、火を封じよう。そして、始めようじゃないか。輝ける生命の時代を。エルデンリングを掲げ、我ら黄金樹の時代を。つまりマリカとゴッドフレイは、巨人たちを倒して、エルデンリングを使い、新しい時代を作る、って宣言してるんだ。ここで大事なのは、願いを入れる人。つまりマリカが、神と呼ばれてる、ってこと。2本指の意志を伝える指読みのエンヤは、こう言っているわ。女王マリカは、エルデンリングの宿主、その原子を宿すもの。すなわち神さね。宿主っていうのは、エルデンリングの中身そのものを、マリカが自分の中に宿してる、ってことだな。箱を外から操作してるんじゃなくて、マリカ自身が、それを今まさに使ってる。たった一人のユーザーってわけだ。じゃあ、マリカはエルデンリングに何を願ったのか。次の章ではマリカの願い、黄金律について見てみるわ。エルデンリングはもしもボックス。マリカは願いを、律を、叶えることができる。ならば、マリカはそのエルデンリングに、何を願ったのか。答えは死をなくすこと、だ。死王子の修復ルーンに、こう書いてあるぜ。
黄金律は、運命の死を取り除くことで始まった。運命の死っていうのは、簡単に言うと、本当に死ぬ、という機能のことね。マリカは願って、世界からこの死ぬ機能を丸ごとオフにしたの。この理由については、次のように考察できる。マリカの出身地は DLC の舞台、影の地。DLC で語られる話だから詳細は省くけど、そこでは死者が怨霊になって、生きてる人に悪さをしていたらしい。そしてその怨霊を生み出さないため、人は壺を作って罪人を浄化していた。マリカ自身、そのシステムの犠牲となり、身の毛もよだつような儀式を受けさせられていたようだ。だからこそマリカは、もう誰も死に苦しまなくていい世界にしたいと願った。誰も同じ被害を受けなくていいように。黄金律は死のない世界。輝ける黄金樹の時代は、死者が黄金樹に変える時代だ。死を狩る者、D というキャラクターも、こう呟いているわ。いつか魂は、大樹に変えるだろう。D が言う大樹が、次に説明する黄金樹のことだ。死ぬ機能がオフになった代わりに、死者の魂は、黄金樹っていう大きな木に帰っていく仕組みになった。マリカがエルデンリングに掲げた願いが、そのまま具現化して、この世界の摂理、いわば物理法則みたいなものになった。それが黄金律よ。で、その願いを受けて、エルデンリングが実際に作り出した、魂の回収装置が黄金樹だ。死ぬ機能をオフにした以上、死者の魂をどこかで受け止めないといけないからな。そしてこのシステムは、やがて信仰の対象となっていったわ。世界の中心にそびえ立つ黄金樹や、難解な学術書である黄金律は、人知を超えた完全なものと捉えられたのだ。黄金律言論にはこう記されているわ。黄金律原理主義の祈祷書。その根幹たる理論の記された難解な学術書。この解釈の部分に、ちょっと厄介な問題があるの。当初は学者であるラダゴンによる、研究途上の理論であったが、後世の人々には理解されず、人知を超えた真理の書として捉えられるようになった。実際、死んでるのに死にきれない。死に生きる者って存在がいるよね。これは死者が黄金樹に変える、黄金律のあり方に反しているわ。それを満たしを狩る者、D は、こう生きる。そして死に生きる者たちは、黄金律の理を外れた存在。だからこそ、まず根絶せねばならぬのだ。一匹残らずな。黄金律から外れた者把握って、D は思い込んでるのね。でも面白いことに、この黄金律を研究してる側の学者、金仮面教は、こういう D みたいな極端な考え方を、逆に嘆いている。祈祷成立の治癒に、そのことが記されているわ。金仮面教は、狩人たちを大いに嘆いた。学問が狂信に変わるのは、実に簡単だ。愚かな善人どもは、ただ絶対悪が欲しいのだから。そんなものが、律の原理であるものか。つまり、同じ黄金律を前にしてるはずなのに、絶対のルールだ、逆らう者は殺せって人と、これはまだ研究途中の仮説なのにって人に、意見が割れちゃってるんだ。この黄金律という摂理からはみ出した扱いをされる人たちの、わかりやすい例が白金人よ。アイテム白金の行血のテキストに、こうあるわ。白金人とは、人に創造された生命である。それゆえに、彼らは黄金樹に祝福されぬ。汚れた命であると考える人々がいる。作られた命だから汚れてるって、感情的に嫌われてるだけに見えるけど、もっと構造的な理由があるはずだ。私もそう思うわ。そう考える人たちがいるっていう記述だから、確定した知の分ではないものね。黄金樹の魂の回収装置って、黄金樹の中で生まれて死ぬっていう輪廻のサイクルの中でしか、回収できない仕組みなんじゃないだろうか。その傍証になりそうなのがソレイの王の追憶だ。ソレイとは、黄金樹の外にある神秘である。死から芽吹く命、生から芽吹く命。そうした、生命のありさまである。黄金樹の外にあるって、はっきり書いてあるのよね。つまり黄金樹の輪廻システムって、狭間の地の生命全部を包んでるわけじゃなくて、自分の輪の中だけで完結してる、閉じたシステムなんだと思うの。白金人は、人の手で作られた時点で、そもそもこの輪の外からスタートしてる。だから汚れてるから拒否されるんじゃなくて、そもそも輪に入ったことがないから、戻りようがないの方が近いかもな。ここは私たちの推測も混ざってるから、はっきり文献に書いてあるわけじゃないけど、黄金樹の外にある神秘っていうソレイの表現は、結構いい手がかりだと思うわ。この、輪の外に追いやられた人たちが、別の救いを求めてすがる先が、外なる神だ。文書、ミケラの針についてには、こうある。外なる神々にこうするため、
新人ミケラは、針を作った。神々って複数形なのがポイントね。大いなる石は一人だけど、狭間の地の外には、それとは別の神々が、何体もいるかもしれない、ってことだ。誰が外なる神に頼るのか、その具体例が DLC で語られてるわ。決起の呪術師の位牌に、こうあるわね。かつて、虐げられた奴隷の一族は、戦火の傷跡に異様の神聖を見出し、血鬼となった。真実の母は、救いであった。真実の母っていうのが、モーグウィン王朝が拝んでる外なる神の名前ね。つまり、黄金律の枠組みでは奴隷として虐げられ、戦争で傷だらけにされた人たちが、その傷跡そのものに、外なる神の存在を見出して、すがっていった。白金人が黄金樹ではなく、ミケラの聖樹をすがったことに似ているわね。黄金律に見捨てられた人ほど、外なる神への信仰が切実になる、ってわけだ。黄金律っていう、この世界の物理法則に合わない人たちが、別の物理法則、つまり外なる神に頼る、ってイメージだな。さて、話をマリカに戻すわね。実はマリカ、途中から様子がおかしくなっていくの。カジシヒューグのセリフに、驚きの一文があるわ。その武器で殺してくれよ。デミゴットたちを、そして神を。女王マリカも、それを望んでいる。死をなくしたいって願ったはずのマリカ自身が、今度は神を殺せる武器を望んでる、って言ってるんだ。自分で死ぬ機能をオフにしておきながら、自分でそれをもう一度オンにする方法を探してた。ってことになるわね。実際、黄金樹の目の前、女王の寝屋で、マリカの言霊はこう告げる。おう、ラダゴン、黄金律の犬よ。お前はまだ、私ではない。まだ、神ではない。さあ、共に砕けようぞ、我が半身よ。共に砕けようっていうのは、エルデンリングそのものを、自分から壊そうとしてる、ってことなの。黄金律という摂理を作った本人が、自分で始めたそれを、自分で終わらせようとしてる。ここがマリカの一番のねじれた部分だな。この、死をもう一度出したい、という願いの鍵になるのが、死のルーン。運命の死よ。指読みエンヤはこう説明してるぜ。死のルーンとは、すなわち運命の死。黄金の律の始まりに、取り除かれ、封じられた影。つまり、エルデンリングの機能の中から、死という項目だけ切り離して、鍵をかけてしまっておいた、ってイメージね。その鍵を任されたのが、マリカの忠実な義弟、マリケス。黒木剣の追憶にはこうある。マリケスは、新人に与えられる永住の獣であった。マリカは永住に、運命の死の封印たるを望み、後にそれを裏切ったのだ。後にそれを裏切ったっていうのが、まさにさっきの話。マリカは自分で鍵をかけさせたのに、後から自分でその鍵を破ろうとしたの。実際にマリカは、月の魔女ラミに、この死のルーンを盗ませることになる。その結果、黄金樹の力そのものが由来で、最終的にエルデンリングは、砕け散ってしまう。ここで起きた陰謀の夜っていう事件は、他のデミゴットたちの思惑も絡んでてかなり複雑だから、今日はこれ以上は踏み込まないわ。いずれにせよ、それが壊れたことで、デミゴットたちはみんな、自分の道を好き勝手に進み始めるんだ。そして主人公である私たち汗人は、その砕けたかけら、大ルーンを集めて、今度は自分のもしもを新しく書き込む役目を与えられる。何を願って、もしもボックスを直すのか。それこそが、ゲーム、エルデンリングのストーリーそのものってわけだ。最後にもう一回まとめておくわね。エルデンリングは、律、願いを叶えるもしもボックス。大いなる意志は、それをこの世界に送ってきた送り主。2本指は、送り主の言葉を、喋れないまま身振りだけで伝える伝言役。黄金律は、マリカがもしもボックスに込めた、死のない世界にしたいという願いが、そのまま具現化して、この世界の摂理になったもの。黄金樹は、その願いを叶えるために生み出された魂の回収装置。そして外なる神は、そこからはみ出した人たちが頼る、よそのメーカー。この6つが、全部一つの、もしもボックスの例えで繋がってるってわかれば、エルデンリングをやったことがなくても、話にはついてこれるはずだ。そんなところで、今回はここまでよ。面言では白面のバレエの魅力について語ろうかな。初版の理由でイラストやゲーム画像を使用できないけど、楽しんでくれると嬉しいな。それじゃ、まったねー。